入りました。こんにちは。こんにちは。はい、女子体操11月のシリーズが始まりましたけども、はい、木崎さん、今日はなんかセットも一段と込み入ってますけど、今日は何やるんでしょうか。今日は、前々から一番やりたかった、女子体操の真髄ともいえる骨盤底筋の本当の本当、目から鱗ポロリの座学をしたいと思います。あ、今日は座学なんですね。はい。じゃあ今月はずっと骨盤底筋のことをやるんでしょうか。はい、4回シリーズで、行いたいなと思っていまして、1回目の今日は座学、2回目、3回目、4回目と、実技実際にどのように使えるようになるかというところまでできるだけ分かりやすく今回お伝えできればいいなと思っています。わかりました。じゃあまず今日の説明を、聞いてからエクササイズを行うということですね。そうですね。今日はぐっとすぐ動きたくなる気持ちをくっと抑えていただいて、できるだけ分かりやすい座学にしたいと、途中で眠くならないような内容になっているんじゃないかなと思います。わかりました。はい、私はよく分かんないんですけど、骨盤底筋エクササイズってね、何なんでしょうね。はい、今日はちょっと用意しているものがありまして、すごい原始的なこれ見えるかな。はい、大丈夫ですね。はい、私がまずお伝えしたいことは、この骨盤底筋エクササイズが難しいというのは間違いで、正しくは教えることが実は難しかったというのが正解そうっていうのはどういうことなんですか。私も骨盤底筋のエクササイズを教え始めて約10年近く経ちました。で、そもそも発端は、自分の実の母親が骨盤底にトラブルを抱えて苦しんでいました。で、その時に教えようと自分が分かっていることを実の母親にでも教えるのは非常に難しいと思いました。で、今おそらくスタジオの会員の方ももう当たり前のように骨盤底筋が自分で動かせるようになるとできるようになっている人間にとって教えることの方が難しいということがこれが現実なんだなっていうふうに思い知っている時代です。つまり実際蓋を開いてみたら教えることは難しかったけどやること自体はシンプルで本当は簡単なんです。そうなんですか。はい、それを伝えたかったんです。わかりました。はい、骨盤底筋ってなんかこうちょっと秘密めいた感じもありますけども、そんなに割とやるのは簡単なんですかね。そうなんです。すごく、コツさえ掴んでしまえば非常にシンプルなので、ですね、まずここでまたお伝えしたいのは、骨盤底筋群は特殊な筋肉ではありません、ということなんですね。髄筋筋肉ですから内臓の筋肉のように実際に自分では動かすことができない、意識して動かすのではなく自律神経が動かしている筋肉ってありますよね。心臓を勝手に動かしたり勝手に止めたりできない、これが不随筋と言います。で、腕の筋肉や足の筋肉のように、自分の意思で動かせる筋肉を髄筋と言います。そういう意味では他の筋肉とまるで一緒です。なるほど。じゃあ割と自分で動かしちゃったりするわけですね。そうなんです。ここを難しくしてしまっているのは単に情報だと私は痛感しています。情報っていうのはどういうことなんでしょうか。まず例えばなんですけどね、骨盤底筋にトラブルが起きて、病院に行きます。で、病院の先生が、紙を1枚
病院の先生から渡されて、じゃあこれをやりましょうって言われた書いている図がまず難しい。はいはい。それが一つ。で2つ目に、まあ巷に流れている情報がまず難しいですっていう言葉から始まっていること。そこにことを難しくしている要因があるのではないかなというふうに私は感じています。はい、だから随筋だから筋トレなんですね。で筋トレということは次行っちゃっていいかな。はい、どうぞ。筋トレということはつまりじゃーん、体には取扱説明書が見えないけれどもあるんです。なるほど、はい。まあ例えば私は別に筋トレのトレーナーではないけれど、筋肉トレーニングってね、ダイエットと似ていて、正しく行えばほぼ何か特殊な病気、例えばホルモンの病気で食べても痩せてしまうような病気、もしくはその逆、食べなくても太ってしまうような病気でもない限り、ダイエットというのは正しくやれば成果が出ます、ね、でそれはダイエットの、が、正しく行われていればの話ね。で筋肉を増やしていく、強くしていくっていうのも取扱説明書通りに行えば必ず効果が出る。なるほど。ただね、取説ですから、もうここ 2,3 年いろんな取説がの本がね売れましたけれども、骨盤底筋にも取説があります。ですのでその通りに行ってみましょう。わかりました。じゃあ、今までの話を聞いてると、今まで巷にあった骨盤底筋のエクササイズの取説が比較的難しかったって、そういうことですか？取説が分かりにくかった。取説って読んでも難しいでしょう。でね、私もそうなんですが、取説嫌いなんです。嫌いです。普通読まないですね。はい。適当にやっちゃう。そうですね。なんとかならないかなって。家電でもね、パソコン関係でも。そうで、私が思うに、私そういう部分は非常に普通の女性的なんだと思うんだけど、取説をちゃんと読んで落ち着いてやるということが苦手です。でしかも骨盤底にトラブルがあるとさらに慌てます。ですので急いじゃうんですね。なるほどね。だから一応ここ落ち着いてやりましょう。わかりました。はい。じゃあ次、じゃーん。骨盤底筋エクササイズはリハビリです。これはどういう意味ですか？もともとできていたことを行うのが、リハビリ。失ってしまった、もともと持っていた機能がなくなってしまって、例えば手術をした後のリハビリもそうだし、例えば脳梗塞を起こした、患者の方が後から、動かなくなったところを動かすようにするためにね、行うのがリハビリ。ある意味ね、骨盤底筋のエクササイズは足指を動けっていうのと似てるの。なるほど。だからリハビリだと思って取り組んでいただければ、もともとできていた動きですから、どれだけ実は簡単かということです。あれですよね、昔草履を履いていた、日本人が足指がよく動いたのと同じように、骨盤底筋も実は本当は動くんだけども、それを割と現代人は忘れちゃってるっていう、そういうことでしょうか？そうそう、意識化できてないだけ、実は使ってるんですよ。実は使ってるんだけど、意識できてないだけですね。そうなんですか。わかりました。じゃあ次回からエクササイズに入るわけですけども、そのための注意事項というか、何か準備するものあるんでしょうか？はい。ボールを買いましょう。じゃあボールがやっぱり重要なツールになるってことですね。そうです。これを見てるということはネットも使えるんだから買いましょう。わかりました。じゃあボールが必須の道具ということで、よろしくお願いいたします。
じゃあ次回からエクササイズということではい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。